はいどうもチートンです。今日は気になっている方も多いトリュフの菌根菌の状態を見つつ、トリュフが発生しやすい条件を整えていこうと思います。トリュフが発生しやすい条件にするために鉢の土を一回全部出してしまいたいので、鉢を逆さにして土を全部出していきます。それをしながら菌根菌の状態を見ていきましょう。ということでここにね開けてしまいましょう。菌根菌を観察できるといいんですけど、どうなっているか。うわー出たー。うわめちゃくちゃ崩れちゃったけど、うわすごい菌根菌だらけだ。わかりますかね、これ全部菌根菌です。細根にトリュフの菌根菌が発生してますね。これは間違いなく国産黒トリュフの菌根菌です。もうね細根全体にトリュフの菌根菌が発生しているのがわかりますね。うわこれはうまくいくと思います。それでは早速この細根を傷つけないようにしつつ、この土をねトリュフが発生しやすい条件に整えていきたいと思います。うわーすごい、これ全部菌根菌。何回見ても興奮するな。トリュフの菌根菌がめちゃくちゃ育ってます。これすごいな、大興奮。一旦この根鉢はこっちに移しておいて、この土の中にこれを入れていきます。ダン、有機石灰とも言われるカキ殻です。これを1つかみ2つかみぐらい入れちゃいましょう。トリュフは塩基飽和度の高い土壌に発生しやすくて、こういったねカキ殻とかを混ぜておくと発生しやすくなります。実際種菌に使ったトリュフは近くに道路が何十年か前に作られていて、そのコンクリートから染み出てくるアルカリによって発生条件が整っていたんだと思います。カキ殻っていうのは炭酸カルシウムで、土がね酸性に偏ると水酸イオンを発生させて中性に調整してくれます。なんでね塩基飽和度が高いと土は若干アルカリに傾くか中性を保ってくれます。それがトリュフにとってはとてもいい条件になります。そしたら鉢にまず土を入れていきましょう。菌根菌まみれの土はこっちに置いておきましょう。少しでもねこっちの木にトリュフの菌が行くように置いておきましょう。そしたら土を戻していきます。こんなもんかな。そしたらコナラの苗を戻して土を周りに入れていきます。かなりしっかり菌根菌発生してましたね。よいしょ。はい、これでねトリュフが発生しやすい土壌に整えることができました。菌根菌はしっかり発生してるし、土壌もねカキ殻を入れてアルカリに傾きやすい環境に整えることができたので、これはね数年後にはもしかしたらね本当にここまで条件が整えば2年後ぐらいにはトリュフが出てしまうかもしれません。めちゃくちゃ楽しみです。続いてもう一つの鉢の方も見ていきましょう。こっちはね植え替えの時に菌根菌実は見てないんですよね。今回ひっくり返して菌根菌が発生しているか再確認していきたいと思います。頼む、こっちも発生しててほしいな。おやなんだこりゃ。これは菌根菌じゃねえな、カビかな。ちょっと黄色がかったつぶつぶした物体ですね。何箇所かにこのようにね発生しています。これはカビなのか何なのか、もし分かる方がいたらコメント欄で教えてください。いやこれねパッと見た感じトリュフの菌根菌は発生してないですね。ちょっと周り崩しながら少し見てみましょう。残念だな。とにかく菌根菌が見られない。先にこっちの鉢を確認しておいてよかったです。最初にねこいつを見ちゃったらちょっと絶望しかなかったですね。まだねこいつに菌根菌が大量に発生してたんで落ち着いて見れるんですけど、こっちはちょっとトリュフが着床してる様子がないですね。仕込み直さないといけないですね。実は今回新たにトリュフ取ってきてあります。でお米の中に入れてあるんですけど、こうやってトリュフの菌糸がバーッと周りにねお米を食べながら出てくるんですよね。これをまた懸濁液にしてこの中に巻いて仕込み直したいと思います。まずはこのカキ殻を入れてトリュフが発生する条件を整えておきましょう。うわなんかいると思ったらコガネムシの幼虫ですね。こいつがいるとね根っこを食べちゃうんで、これは外に放り出しておきます。じゃあよかった、いいタイミングで鉢を掘り返すことができました。そしたらねGoPro がなぜか止まっていました。今このトリュフ菌がはびこっているこのトリュフとお米、それをね雨水の中に入れてミキサーして懸濁液を作りました。これぐらいの量懸濁液を作って半分ここに混ぜて全体に混ぜ込みました。おそらく何万個いや何百万個っていうねトリュフ菌が今この中に散りばめられていると思います。そしたらこれを鉢に戻します。だいぶ育ってるんでねちょっと浮かせながら土を入れていきましょう。こんな感じでいいかな。この状態になったらもう一度ねこのトリュフの懸濁液を直接根っこにもかけておきましょう。中に沈殿してたトリュフももう一回雨水で洗ってしっかり巻いておきましょう。完璧。残った土を入れていきます。どこだぜ。
はい、もともとね出てた地上部のところまで土が入りました。そしたら水やりをしていきましょう。溜めといた雨水をたっぷりと与えていきます。こっちは新たにトリュフの菌をまいた方です。また来年あたりねひっくり返して菌根菌が発生しているかを見てみたいと思います。こっちはね確実に菌根菌が発生してるので、もう数年は触らずにトリュフの発生を待ちたいと思います。普段はこんな感じの動画ではなくて、夜食といってその辺のものを取って食べたりしています。トリュフ栽培の様子はねおそらく年に1回くらいの更新になると思うので、今回初めて僕の動画を見たという方は他の動画も見てみて、見れるよっていう方だけチャンネル登録してみてください。普段はねこういった感じの動画ではありませんのでご注意ください。今回の動画面白かったという方はぜひ高評価ボタン、そして下の共有ボタンから友達に拡散してください。これからもどんどん面白い動画を出していくので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。バイバイ。